こんにちは、宮西です。今日はですね、私がなんだかんだずっと1年ぐらい愛用しているバッグラッシュ 30SP について紹介していこうと思います。このラッシュ 30SP なんですけど、これ去年ですね、パーゴワークスさんが主催のイベント、パーゴナビ&キャンプに出場して優勝した時にいただいたものなんですけど、その時の動画が、YouTube に上がってますので、まだご覧になってない方はぜひ見てみてください。でこのザックなんですけど、もともとはファストパッキング用のザックで容量が30リットルということになってます。ファストパッキング用のザックなんですけど、私仕事でも山に行くので基本的にずっとこのザックを背負って山に行って仕事をしてます。めちゃめちゃ汎用性が高くて本当におすすめのザックなんで、今日はそのいいところを4つご紹介していきたいなと思います。で後半にはですね、このザックいいところいっぱいあるんですけど、でもちょっと微妙だなと思うところもいくつかあって、でそこをうまく解消するためにカスタムしようかなと思ってるんで、それについてもお話ししたいなと思ってます。でまずいいところ1個目なんですけど、まず背負った時の形がめちゃめちゃいいですよね。こんな感じで背負うと上が大きくなって下に向かってすぼまってるような形になります。でこれでもちろん走りやすくていいんですけど、形が特にかっこよくて周りから見た感じもいいですよね。めちゃめちゃ気に入ってるところです。でラッシュ SP って普通のラッシュとちょっと違ってて、何が違うかっていうとこの素材ですね。素材がこのちょっとパリッとしたコシのある張りのあるものになってます。でそのおかげで全体的な形がきっちり決まってよりかっこよく見えるなという印象です。で普通のラッシュの場合はここが全部ナイロンでできてるんで、結構柔らかくて柔らかい分扱いやすいんですけど、その分少し形としては張り感がないので SP の方がちょっとだけよく見えるかなという印象はありますね。で2つ目ですね、2つ目はこのラッシュ30リットルのザックなんですけど、容量が非常に柔軟に変えられるというところがいいなと思ってます。というのもここのフロントの部分をギュッて絞ってしまえば一気にちっちゃくなるし、ここを広げてあげるとぐっとここが広がって30リットルまで広がるという感じになってます。なので少なければだいたい10リットルから15リットルぐらいでも非常に安定して背負えるし、30リットルを超えて例えばここにマットを挟み込んであげてもいいし、ここにバンジーコード、ショックコード貼って服とかいろいろ挟み込んであげてもいいし、そうやって30リットルを超える容量だったとしても非常に安定して背負えるというのがめちゃめちゃ気に入ってるポイントです。私これ普段山に行ってる時も使ってますが、出張の時にね泊まりの用意とか入れる時もこのラッシュ30で行ってます。30リッターなんでちょっと、ちっちゃいなと思う時はあるんですけど、それでもなんとか飲み込んでくれるのでめちゃめちゃ安心してこれで出張に行くことができてますね。でもさすがに出張の長さも3日4日1週間とかなってくるとちょっと30リッターでは足りないなという時が多いので、これに加えてボストンバッグ持っていくことが多いんですけど、それでも非常にコンパクトに収まるのでめちゃめちゃ気に入ってます。で次3つ目ですね、さっきから繰り返し強調してるんですけど、このザック本当に背負いやすくて走っても全然ブレないというところがあります。でフロント部分がですね、ベストっぽくなってて、ここがハーネスが非常に大きくて柔らかくて幅の広い、ハーネスを採用しているんですけど、これのおかげで肩が痛くなることもあんまりないですし、走っててもねめちゃめちゃ安定して快適に走ることができるというのがめちゃくちゃ気に入ってる魅力的なポイントです。で最後4つ目気に入ってるポイントなんですけど、フロントの収納が非常に多彩で、普通のこのペットボトル500ミリのペットボトルも入るし、右側に私いつもこれクマスプレー入れてたり、小物類も入るし、ここに大きめのスマートフォンでも入るし、ここにレインカバーザックカバー入れてるし、こっち今何も入れてないですけど、夏場なんかはここにも飲み物入れてたりします。でこの辺りのポケットは走りながら歩きながらでも全てアクセス可能なので、基本的には行動中にはカバンの中、カバンを下ろしてカバンの中漁らなくてもいいような仕組みにはなってますね。で意外と気づかないんですけど、私も最初気づかなかったんですけど、この下の部分にここにもポケットがあって、ここも実は歩きながら
出し入れの可能なポケットになってます。はい、で、このラッシュ、私なんだかんだこの1年、昨年これいただいてから、1年と2ヶ月ぐらい経ってますけど、多分200日ぐらいは背負ってるんじゃないかな。本当にほとんど毎日のように背負っていて、めちゃめちゃお気に入りなんですが、やっぱりちょっと微妙だなと思うところがあります。で、1つ目はですね、結構これパッキングが難しいんですね。で、なんで難しいかっていうと、まず上から基本的にはこうやって開けてアクセスすることになってるんですけど、ここアクセスするまでが地味に大変なんですね。バックルを3つ外してここの巾着の部分開けないといけないんで、4回手を動かさないといけないっていうのが結構面倒くさいです。で、それに関してはまだ許容できるなとは思うんですけど、ここのね、ラッシュ特有の形なんですけど、横から見ると分かるかな。口の部分が入り口はこれぐらいなんですけど、その後だんだん広くなっていくんですね。真ん中に行くにつれてどんどんバーって広がっていって、またすぼまっていくと。メインキストはそんな感じの構造になっていて、入り口が若干狭くなってます。で、この真ん中あたりが一番厚みがあって、ここにこう大きいものをバンって入れたいんですけど、入り口がやっぱりちょっとだけすぼまってるので、ここに大きいものを入れるためにはここをガバッて大きく広げないといけなくて、でもやっぱちょっとちっちゃいんでうまく入らないなっていうのがあります。で、そこに拍車をかけるというか、さらに入れにくくしてる要素がですね、ここのトップポケットっていうのかな、一番フロント部分の一番上に大きなポケットがあるんですけど、ここがね非常に使いやすくて、私はいろんな小物をどかどかと詰め込んでるんですけど、ここにね物を入れすぎるとやっぱりここの入り口部分が狭くなっちゃって、ここでこのトップポケットがね厚みが出てくると、やっぱり入り口がどんどん狭くなっちゃうんですね。それでやっぱりここで入り口で引っかかっちゃって物が入らない、逆に出せないということがあります。で、しかもここにですね同じようにここに防水のポケットがついてるんですけど、これもですねちょうど入り口の部分についちゃってるんで、ここにもたくさん物を入れると余計ここの入り口部分が狭くなってしまって、全然出し入れができずにうまくパッキングできないなというイメージを持つことが多いです。で、そのためにはですね、やっぱりここのポケットに入れすぎない、小物を結構ドカドカと詰め込んでしまうんですけど、ついつい。でもここにできるだけ物を入れないっていう風にしないとパッキングはなかなか難しいなと思ってます。でも本当にここのフロントのポケットがめちゃくちゃ便利なんで、ついつい入れちゃうんですよね。モバイルバッテリーとかコンパスとかあとお昼ご飯とか結構大きなものでもいっぱい入っちゃうので入れちゃうんですけど、ちょっとここ入れすぎは注意かなと思います。で、もう一個パッキング難しいなと思うのは、30リットルなんですけど、横にもねこうやってアクセスできるジッパーがついてて、非常にこの辺りはアクセスしやすいんですが、ここから一番離れたここですね、一番下の左側の隅、ここに物を入れてしまうともう本当に荷物ひっくり返さないと取り出せないレベルで全然取り出せないですね。ここでもういっぱいパンパンに詰めてると手が入らなくなっちゃうんで、なかなかそこは難しいなと思います。ジッパーはね結構長くなるんで、右下に入れたものに関してはギリギリ取り出せますね、こうやって。なのでちょっとここのパッキングに関しては工夫が必要なところだなと思います。で、パッキングに関してですね、結構その辺りの微妙だなと思うところがあるので、基本的には工夫しながらパッキングすることになります。で、どんな工夫かというと、やっぱり先ほどお伝えした通り、このフロントの上の部分にはあまり物を入れない、で内側のポケットにはあまりここにも物を入れないと、入れたとしても薄型のものだけにするっていう工夫が必要なのかなと思います。で、一番左のね下の部分、ここの下の方にアクセスしにくいっていうのは、やっぱりここに関してもなんかこう細長いものを入れてあげるっていう工夫が必要なのかなと思います。例えば一番左でこうやって長いものを入れてしまうと、これもう絶対すぐには取り出せないものになってしまうので、
長いものを入れるにしても、できれば横で入れてあげるとか、ジッパーのある側、サイドジッパーがある方に縦で入れてあげるとかいう工夫しないと、左に入れたものに関しては取り出しにくいなと思います。もし私がカスタムするのであれば、この下のポケットのところをメイン機室に貫通させちゃって下から取り出せるようにするとかいうのでもいいかもしれないですね。下から取り出したいものがあればここを開けて取り出すということもできるので、こうメイン機室と貫通させちゃっても悪くはないかなとは思ってますね。ちょっと今考え中です。で、2つ目微妙だなと思う点に関してはですね、若干重いかなと思ってます。ラッシュ 30SP はですね、だいたい交渉重量が 750g ってなってて、750だと30リットルのファストパッキングザックとしては、そんな軽い方ではない、特段重くはないんですけど全く軽い方ではないなと思ってて、私が昔使ってたマウンテンハードウェアのサミットロケット20を使ってたんですけど、それ 300g 台なんですよね、20リットルで。もちろんラッシュ30に比べるとポケットの数も少ないし背負い心地も悪いんですけど、それでもそれに比べてラッシュ30は容量 1.5 倍で重さは2倍以上になるので、ちょっと重いかなという印象はあります。なので、これもね、おいおいちょっとカスタムというかハサミを入れていらない部分を切っていこうかなとは思ってるんですけど、ハサミを入れなくても軽くできるところがあって、それがですね、背面の中のパッドですね、パッドを抜くと、結構軽くなります。で、背面パッドを抜くとこれですね、背面パッドがだいたい 35g ぐらいですね。このステーみたいな舵を支えてるのかな、なんかステーがあるんですけど、これも 25g ぐらいなんで、これ抜くだけで、50-60g ぐらい軽くなります。結構変わりますよね。背負い心地はちょっと悪くはなるんですけど、でもちゃんとパッキングできていればそんな変わんないですね。というのも、ここのまだ背面パッドここについてるんですよ、もう1枚。これ外すこともできて、マジックテープでついてるんですけど、これもそこそこ厚みがあるので、これだけでもね結構快適性は十分なのかなと思ってます。で、これを外して背負うこともできるんですけど、ちょっとさすがにペライかな。これ外すんだったらさすがに中にスリーピングマットとか入れてちょっとクッションにしてあげないと背負いにくいだろうなとは思います。パッドないだけで 50g ぐらいは変わるんで、これ3つなくすだけで 100g 以上軽くなるので、だいぶ軽くなりますよね。だいたい 650g ぐらいになるのかな。で、あと私がすでにやってるのが、このフロントの胸の部分のこのハーネスは実はこれもともと2本ついてるんですけど、私は1本だけにしちゃってます。結構仕事中ね、このザック自体を背中から下ろして中の荷物を漁るっていうことも多いので、その時に2つバックルがあると結構面倒くさいので、もう1本だけにしちゃってます。これも多少軽量化には貢献してるかなと思います。今後軽くしていきたいなと思ってるのは、この辺の紐ですかね。紐実は全然まだ切ってないので、この辺全然いらないから切れるし、あと軽くできるところとしては、この内側にあるハイドレーションのリザーバーのポケットは正直いらないなと思ってるんで、もう切っちゃってもいいかなと思ってます。あと生地が二重になってる部分もちょっとだけ残ってるんで、まだ 50g 以上は軽くなるんじゃないかなと思ってて、そうすれば最小重量で 500g 台狙えるような気がしています。500g 台までいけば結構軽いような気がするんで、とりあえず一旦そこを目指して頑張っていこうかなと思ってます。はい、ということでラッシュ 30SP もう私の大のお気に入りザックでございました。今年ねこれの新しいモデルも出ていて、SP じゃなくて普通のナイロンのモデルですけど、そちらもね非常に使いやすいモデルに仕上がってるっぽくて、私もちょっと背負わせてもらったんですけど、ここのフロントのポケットが増えてたり、背面のバンジーコードの回し方ちょっと変わってたりとか、全体的にねマイナーアップデート加えられてて非常に魅力的だなと思いました。正直めちゃめちゃ欲しいんですけど、私にはこの子がいるので、今んとこは買う予定はないんですけど、とりあえずねしばらくこいつで遊んでいこうかなと思ってます。ではご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。またね。